9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラム FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。ウイスキーフェスティバル2025 in 東京の開催が今年も正式に決定しました。国内最大規模のウイスキー新イベントとして知られる本イベント、2025年冬に再び東京で開催される予定です。会場はベルサール高田馬場。チケットは9月中旬頃から販売開始予定と発表されています。関係者の SNS でも話題になっており、今年も開催決定と盛り上がっています。また、試飲やブース出店を楽しみにする声が広がっているようです。ウイスキーフェスティバルをご存じない方に簡単に説明しますと、2007年に始まり、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。ウイスキーの蒸留所、メーカー、インポーター、主販店、バーなどのブースが国内外から100社近く出店します。それぞれのブースでは様々なウイスキーを無料、有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード、グッズなども購入できます。私も毎年楽しみにしていまして、1年を締めくくる大事なイベントになりますので、皆さんも行かれてみてはいかがでしょうか。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランド・スペイサイドの老舗蒸留所タムデューが野生のアトランティックサーモンを守る取り組みに一役買います。タムデューがこの度発表したのは、アトランティックサーモントラストとのコラボレーションによる特別なチャリティーボトル、タムデュー12年アトランティックサーモントラストエディション。販売はイギリスの高級スーパー、ウェイトローズの一部店舗とオンラインで行われます。このボトルの売り上げ1本ごとに、鮭とその生息環境の保全に取り組む慈善団体、アトランティックサーモントラストへ寄付が行われます。タムデュー蒸留所のマネージャー、サンディ・マッキンタイヤ氏はこう語ります。ウェイトローズの協力のもと、ウイスキーと環境保護をつなぐ取り組みが実現しました。ウイスキーデーや父の日に特別な一本を選ぶ絶好のチャンスです。野生のアトランティックサーモンはかつてイギリス各地で見られたものの、今では絶滅危惧種に。スペイ川流域でもその数は過去30年でおよそ 70% も減少しています。アトランティックサーモントラスト CEO マーク・ビルズビー氏は、この取り組みを通じて川と海の環境改善、そして鮭の未来に希望の光を届けたいとコメント。寄付金は川の再生プロジェクトや研究活動に活用。魚の遡上を妨げる人工構造物の撤去や植林、水辺環境の修復など全国的な保全活動が行われます。アルコール度数は 41.3%。オロロソシェリーダルで12年熟成された芳醇な味わいをギフトボックス入りでお届け。価格は50ポンドです。香りはチュロスとミント。味わいはバナナとショートブレッド。余韻にはドライイチジクと優しいピートスモークが広がります。一杯のウイスキーから広がる自然への思い。今あなたのグラスが未来への一滴になるかもしれません。以上、環境とウイスキーをつなぐスペイサイドからの温かいニュースをお届けしました。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして
私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はグレンドルナック蒸留所からグレンドルナックオードトゥージエンバーズです。グレンドルナック蒸留所はスコットランド・ハイランド地方フォーグの谷に位置するシングルモルトウイスキーの蒸留所です。1826年に創業し、シェリーダル熟成にこだわり、特にヨーロピアンオークのシェリーダルで熟成されたウイスキーが特徴です。伝統的な製法を大切にしており、1996年まではフローモルティングを行い、少しピートの効いたモルトを生産していました。また2005年まで石炭直火炊きでの蒸留を行い、大部分はティーチャーズやバランタイン17年などのブレンドに使用されていました。現在は2008年にベンリアックディスティラリー社がオーナーとなり、ベンリアック蒸留所とともにブラウン・フォーマン社の傘下で運営されています。今回ご紹介するオードトゥージエンバーズは、熟成にフォーカスした新シリーズ、マスターズ・アンソロジーの一つで、オロロソダルとペドロ・ヒメネスダルで熟成されたスモーキーなシングルモルトになっています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は赤みのある紅茶のようですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはシナモンのスパイシーな香り。ミドルノートはリンゴやキャラメル。ラストノートはいぶしたオレンジの皮のようなスモーキーな香りを感じます。では味わってみたいと思います。口当たりはソフトでボディはミディアム。蜂蜜やレーズン、ほのかなナッツの風味。ピリッとした刺激のブラックペッパー。カカオやクローブの優しい苦み。フィニッシュはスモーキーなニュアンスとダークチョコレートに蜂蜜と麦の甘みが余韻に長く続きます。先のオードトゥーザバレーと比べるとしっかりとした味わいで飲み応えがあり、ハイランド特有の蜂蜜にドライなベリーとブラックペッパーの刺激味、ダークチョコレートの苦味、何より口の中に広がるスモーキーなアクセントが味わいの層を厚くしている印象です。ストレートやロック、贅沢にソーダにしても良さそうです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはグラスゴー蒸留所からグラスゴー1770オリジナルをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。